よし、アミノ酸の摂取のタイミングで76秒設定ぐらいで。いやー、はい、ラターチャンネルタンです。久々のね、これこちらレグザンフィールドですね。はい、ヤシマでしたっけ、ヤシマ山わかんないです僕ね、本当ここの競技場大好きで、ブルータータンだし綺麗だし最高なんですけど、今日何するかっていうと、今日は410本やろうと思ってます。初心者ランナーの方が、210本ねやった、この次のステップとして、410本ね一回トライしてほしいというふうに思ってるんで、今日はね410本やっていきたいと思います。で、今からちょっとアップするんですけど、でこれね、皆さんもご存知アミノバイタプロですね。今日はこれをちょっと、ね、飲んでからアップを始めて、アミノ酸の摂取のタイミングってどのタイミングがいいか分かんない方結構多いと思うんですけど、これから頑張るよっていうところの30分前に、ね、取るといいんですよ。やっぱりね、最近トレーニングが結構かさんでて、足の疲れが結構ひどいから、アミノ酸の摂取を練習中に適宜取るっていうのがすっげえ大事なんですね。水忘れましたはい、ということで、これでとりあえずね1回アップします。じゃあなんでこんな動きにくいパンツでアップしてるんですかって思うでしょ。忘れました今日はこのまま400やります。あとここに来るまでで5キロぐらい自転車で漕いできてるんで、体をねもう温まってるんで、これ反射的な動きをね、これね今やってるやつですね。動きが出ればもういいっていうやつですね。はい、ということで準備できたんで今から行くんですけど、今日はちょっとローから少しずつペースを上げていくパターンですね。76秒設定ぐらいで、行ってで、ちょっとねここはスタートなんで、今日のとりあえずリカバリー設定は90秒で、ちょっとイージーなんですけど90秒で設定させてもらって、でゴールしたらぐるっと回ってきて90秒後にここでスタートっていうパターンですね。どっちかっていうとリカバリー重視なんでかっていうと、そもそもちょっとねまだ200ずっとやってきてたから、僕まだまだちょっと上げ調子ではないので、これからどんどんちょっとずつ作っていこうみたいな話だから、ここの400で大事にしたいのは、とにかくねがむしゃらにならないようにする、疾走してる時にフォームが崩れないようにすることが重要性が高いので、リカバリーをどっちかっていうと楽にこなしていく方が大事です。今日は僕は一旦リカバリーを重視してパフォーマンスがしっかり取れる状況を作って、フォームが安定している中で400をこなしていく。そうすると多分76秒ぐらいが僕にとって楽なペースになるはずなので、76から74でやっていって、調子が上がってきたら72とか70ぐらいまでは上げていけるようにしていきたいなと思います。それを10本今日はやっていきます。じゃあ行きます。じゃあ行きます。ごめん。
暑いしんどかった。ラストはね69、ラストの300から上げるイメージね。だけど200ぐらいからもフォームがちょっと崩れちゃったんで、予定よりが良くないです。あと動きもねやっぱりちょっと大きいね。ダメだね。お疲れ様です。なんとかできました。できたんですけど、正直ですけどね、まだまだですね。全体的にやってる時にやっぱりまだ今課題になってるところがあるとしたら、400を走るために走ってたわけじゃないから、そういうフォーム感ではないんだけど、イメージはハーフとか10キロとかでも使えるイメージで走りたいんですけど、でもやっぱりあのまま走って多分 1000m とか 2000m とか短い距離のインターバルをやってやれるからぐらいのフォームコントロールだったような気がするんですね。疾走速度も大事なんだけど、やっぱり楽にこなしてるかどうかっていうのも結構大事なので、特に今暑いからこう設定やイメージだけで頑張るじゃなくて、フォームで強度をコントロールするっていうのもいいかもしれないです。タイムにあんまり固執しすぎてしまって、暑いのに冬と同じような内容でやろうとか、今までもっと走れたのにとか、なんか違和感感じる人いると思うんですけど、絶対落ちるんで、絶対落ちたパフォーマンス分をじゃあどうやって指標を作るかですね。だからフォームが例えばまとまらないとか苦しいっていう感じですよね。だとしたらフォームのパフォーマンスをちょっと落として楽にして、結果だけど秒が4秒とか落ちちゃっても、フォームパフォーマンスでいうと前やってた感覚と一緒だったら一旦いいんじゃないですか。でもし足りなかったらプラスアルファでやっぱりやるべきだと思うんですよ。でそのプラスアルファでやるときに注意してほしいのが、もう一回ねこう練習、この後例えばダウンジョグするとか、プラスアルファで補って練習する。例えば今やったスピード感でやってるのよりもっと速いスピード感を出したいとか、一回ガチャガチャっとなったパフォーマンスを一回整えるために200とか 100m ぐらいの流しをもう一回やろうかなと思った時に、このアミノ酸をね運動中に取るっていうのはすごくいいことです。特に僕なんかが今やりたいなと思ってるイメージがあるとしたら、4分ペースで例えば 5000m とか 4000m ベースランニングしたいなっていうイメージがあります。だから仮にね今やるとして、ちょっと飲んでおきましょう。この後プラスアルファでやるんだったらなおさら、例えばジョガーの方々で筋トレした後に走ろうとかっていう人もいると思うんですけど、1回間縮アミノ酸とかタンパク質1回入れてもらって、それから運動し直した方が結局ね運動量が取れるんですよ。この夏ね練習量どれだけしっかり積むかっていうのは、秋とか冬以降のレースが開催された時にね力発揮できる大きなポイントになるんで、ぜひ試してみてくださいね。タナでした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。ストップ。